初心者が挑む2回目のフィギュア制作、しかもいきなり8頭身プロポーションに挑戦する今回。難関パーツの腕、足、そして水着、果たしてどう作り上げるのか、試行錯誤と工夫を重ね、完成に向けて大きな一歩を踏み出します。ぜひ一緒にこの挑戦を楽しんでください。今夜もレッツトライ。皆さんこんにちは、こんばんは。プレイヤースキル微妙の進行のこうです。さて前回は頭とボディを作りましたが、今回はその続き、腕の製作から挑戦していきます。まずもともと作っておいたボディに粘土を絡め、アルミ線をガイドに作業を進めます。大胸筋や大円筋、上腕二頭筋といった筋肉を意識しながら、粘土を少しずつ丁寧に盛り付けました。初心者がやりがちな盛りすぎを防ぐため、こまめに全体のバランスを見直しながら進めています。腕の製作で一番の課題は左右のバランス。見本を参考にしつつ、筋肉や脂肪の形状が自然になるよう、慎重に調整しました。次は足の製作に取り掛かります。ヤスリでふくらはぎから足首のラインを慎重に整えた後、固めたスカルピーに新たな粘土をなじませ、形を作っていきます。固めのスカルピー、ファームを使っていますが、それでも粘土は柔らかいので、台座をうまく活用しながら足のラインを整えていきます。足を描いた経験もあるものの、素足を立体で作るのは初挑戦。形にするのがとても難しく、特にディティールの表現にはかなり苦労しました。まだフィギュア制作2回目なので不安もありましたが、なんとか足に見える形に仕上げることができたと思います。次にいよいよ水着部分を作っていきます。まず左腕が邪魔になってしまうので、糸の子を使ってここで一旦分割。これで作業がしやすくなります。トップスから作り始めようと思いましたが、このままだと取ってつけたような不自然さが出てしまいそう。そこで一旦トップスを剥がし、背中部分に水着が多少食い込んでいるように見せるため、ヤスリで削って背中と水着の自然な流れを表現することを目指しました。削り作業でうまく溝を作ることができたら、再度トップスを作成。粘土を少し足して形を整えつつ、シワの表現を意識してリアルな質感に仕上げます。ただ自然な形を作るのがなかなか難しく、苦戦しました。さらにトップスの後ろ部分が背中に食い込んでいる様子を作り、肌の柔らかさを表現。その後インナー部分を追加して、ルナマリアらしいはつらつとした雰囲気を意識しました。トップスが完成したのでボトムスに移ります。基本的にはトップスと同じように作りますが、ここで一つ大事な課題が、そう。ボトムスは健全なデザインを保ちながら自然に仕上げるのが意外と難しいんです。健全。大事なことです。いや本当に。特にラインのバランスや厚みの調整には思った以上に苦労しました。ボトムスにもインナー部分を追加し、これでひとまず水着全体が完成。ここまで長い道のりでしたが、全体の統一感を意識して仕上げました。そして次は手の製作に取り掛かります。まずは左手から作っていきますが、これが思った以上に難しい。女性らしい手を作る以前に、そもそも手として自然に見える形にするのが大変で、指の長さや太さのバランス、大きさを揃えるのに苦戦しました。分割の際にヤスリで調整する予定ですが、どこまで修正できるか少し不安です。フィギュア作りはどのパーツも難しいですが、特に手は指の繊細な形や動きがあるので、より練習と慣れが必要ですね。最後に水着のリボンを作っていきます。シンプルに見えるけど、これが意外と難しい。形を整えるのが大変で、何度もやり直してようやく完成しました。小さいパーツだからこそ、微調整がすごく大変なんですよね。まずメインのリボンの輪っか部分を作ってから、尻尾の部分を作って合体させていきました。なんとかリボンっぽく見えるかなってところまで仕上げられたと思います。作ったリボンと胴体の水着部分に2ミリの穴を開け、アルミ線を芯にしてパーツをつなげていきます。そして全てを組み上げたら、ついに原型の完成です。何度も言いますがフィギュアにチャレンジしてまだ2回目、試行錯誤を繰り返し何度もやり直して、ようやく形になりました。途中でパーツが折れたり、思い通りにいかずイライラすることもあったけど、それでも諦めずに進めて、ついにここまでたどり着きました。完成した原型をじっくり眺めていると、これまでの苦労が全て報われた気がします。ですがまだ終わりじゃない。次は分割、そして色塗り。まだ挑戦が待っています。果たしてうまくいくのか。でもここまで来たからには、最後までやりきりたいと思います。次回もお楽しみに。